ロジカルシンキングがビジネスにおいては基礎であると。あんまりロジカルシンキング、実は必要なんだけど、てかなきゃいけないんだけど、割と使えてない、使ってない、信頼や納得っていうのは得られないかなと思うんですよね。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは14歳から働き、21歳で起業、現在までに300億円以上売り上げた経験で培った組織づくり育成術など、そのような内容をお話ししています。もし興味を持つ、ぜひいただける方がいたら見てくれたら幸いです。はい、本日もよろしくお願いします。お願いします。本日のテーマがですね、ロジカルシンキングというテーマでちょっとお話を進めていければと思うんですけど、ロジカルシンキングってよく言われてますけど、正直何のこっちゃわからなくて、なんでロジカルシンキングが大切なのかとか、その辺ちょっと深掘っていただけると幸いです。はい。改めてですけど、弊社の方で、入社して、こういうスキルをつけていこうと、いうカリキュラム的な中で、基本スキルはですね、ビジネススキル、基本ですよね。そして次に弊社だとソフトスキルと言ってますけど、いわゆるこのホスピタリティとか、そういったこと。で、次にやっぱりスキルハードにですね、ロジカルシンキングがビジネスにおいては基礎であると。なぜロジカルシンキングが必要か、ということについて、ビジネスは特に本来感覚や思い込みではなく、事実と根拠に基づいた判断、こういうものがたくさん求められるんですよね。しっかりと、大学とかで勉強したりとかして、世間一般的にはそれなりの以上の会社で働いてる人たちはもう当然のように多分こういう思考、ロジカルシンキングは論理的な思考ですよね。っていうものを持ってると思うんですけど、僕らやっぱり働いてる従業員、ブルーカラーとかで働く人たちで割とそんなにここを学生時代と社会人初期であんま学んでないのかなと。弊社の従業員なんかもやっぱりなかなかロジカルシンキング、論理的思考をする癖、習慣みたいなものがなかなかなかったりしてるので、それをやっぱりちゃんと身につけないと、いけないなということもあって、わざ教えてるんですよね。意外にやっぱり世の中出ると、仕事の内容によっては、あんまりロジカルシンキング、実は必要なんだけど、というかなきゃいけないんだけど、割と使えてない、使ってない、だから忘れていく、なくなっていくみたいな人も多いなと思ってるので、改めてですね、論理的思考をちゃんと学んでいかなきゃいけないなと思うんですよね。例えば上司への報告、顧客への説明、そもそも問題解決、すべてにおいては、やっぱり道筋だった説明っていうのが必要であって、感情や思いつきの主張や行動っていうのは、信頼や納得っていうのはやっぱ得られないかなと思うんですよね。ちょっと脱線しますけど、弊社で、例えば管理職をやりたいと、管理職になるためには何が必要ですかと、言われることもあるんですけど、まず第一に僕が言うのは、一つ目は、やっぱ自分が本気でやりたいと思う、いわゆるやる気みたいなことだと。そもそも自分でやる気を持ってやりたいと思わなければ、学ばないんでねと。そういうやる気とか情熱ですと。このやる気とか情熱で、一定はいけますよと。なぜならばそれは、ある意味、マンパワー、自分のマンパワーで、人を巻き込むことができる範囲まで。例えばあいつ、いまいち何言ってるかわかんない時あるけど、とにかく情熱があって、あいつだったらやってくれそうだよね。っていう、アホらしいですけど、まずそこは必要ですよと。そこがないと、やっぱり人を巻き込むことができないので、管理職ってね、当然管理するマネジメントするメンバーがいるから管理職なわけであって、一人でできない結果を得たいからチームになるわけであって、人を巻き込んで動かせない限りはできないので、最初にそういうパッション必要ですよと。次に自分のリソースだけで巻き込める人数を、その先結果をちゃんと出すとか、もっと人数を増やすとかってなった時に、次のテーマはやっぱ必ずロジカルシンキング、要は論理的思考に変換していかないと大きくならないし、
成果を出し続けることはできませんよと、言ってるんですね。例えば自分の周りの3、4人ぐらいだけをこうやる気にさせて動かすっていう意味は別にいらないかもしれないけど、継続して結果を出すっていうことと、より多くの人数をこう動かしていくっていう2つの大事なことを考えたときに、間違いなく必要だと。なければ無理ですね。無理。はい。なるほど。なので、弊社ではその管理職になりたいという人も多いんですけど、ファッションも大事だけど、しっかりとロジカルシングル、論理的思考を身につけていかないと、必ず途中で折れますよと。成果出し続けられないし、人も増やしていけないから、途中で折れちゃうんで。もともとなりたいって言ってる子を、割と見てると、こう接客とかすごいお客様に対してホスピタリティ出せるんですけど、やっぱそこに対して逆に悪く言うと感情に頼りすぎちゃってるのがあるんですよね。感情とか情熱とかに頼りすぎちゃって、いいんですよ。いいんですけど、余計ロジカルシンキング、論理的思考に考える癖とかがないとか、そもそも忘れちゃってるとか、そもそも知らない人もいるかもしれないですけど、論理的に考えるっていうことは、物事の因果関係とか構造を捉えて、ちゃんと道筋を立てて考えることですと。だから感情や印象ではなくて、根拠があって結論の流れ、こういうものがないとダメですよね。もう本当笑っちゃう話ですけど、例で言うと、僕も意外と最初あんまりロジカルシンキング的な習慣がなかったんで、10代の時は、いや、それなんか違う気がするんですよね。そうじゃないと思うんですよね。いや、俺はそれうまくいかない気がするんですよね。こんな感じなんですよ。でもこれって合ってる場合もありますよ。感覚値だから。直感とかっていうのもバカにならなくて、もちろん合ってることもあるんです。それでうまくいくこともいっぱいあります。でもこれはだから単独プレイヤーでやってるときはそれでうまくいきます。先ほども言ったように自分のマンパワーで巻き込めるときはその範囲はうまくいきます。しかしながら冷静に言うと違うと思います。理由は A という理由から B の選択肢は適していないと思います。なぜならってやっぱり論理立てて言えないといけないってことなんですよね。ロジカルシンキングの基本的なことでいくと、いろんなフレームワークって言われる、例えばピラミッドストラクチャーとか 2C とか、いろいろあるんですけど、僕は主にそうですね、1番ピラミッドストラクチャー、結論から理由、具体例みたいな流れ。2C ってよく漏れなくダブりなく。次がSo what, why so の問い返し。それなぜそうなのみたいなね。わかりそう。因果関係と相関関係での違い。こういったことがやっぱり基本の構造なのかなと思うので、しっかりそれを学んでいくと。でやっぱりやっちゃいけないというか、ありがちなついやっちゃう NG でいくと、本来は結論がないまま話し始めるのは結構無駄なんですよね。結論がないまま。人に関わることとか、当然その結論が分かってないから、だらだらと話しちゃうこともゼロではないと思うんですけど、でもやっぱり仕事においては、結論がないまま話し始めるのはちょっと時間の無駄になりますよね。例えば私はこうしたい。そのこうしたいっていうものが前提であって、こうするためにはどうしたらいいかと。結論はだから、こうするんだと。それがないと、だっておかしいじゃないですか。で、あと、主観ばかりで根拠がない。俺こう思うんだよね。いや、それはこう思うんだよね。いや、それはこうじゃないみたいな。分かった。意見は分かったんだけど、なんでそれがこう思うとか、嫌だとか、なのってやっぱ相手だったら思うじゃないですか。やっぱ話が飛んじゃって、筋が通ってないことってたまにあるんですよね。話が飛ぶ。さっき自分の中では例えばここのことを話してたんだけど、本来ここのことを話したらここに行って、ここに行って、ここに行ってみたいな感じがするじゃないですか。ここからいきなりここに行っちゃうみたいな。なるほど。飛躍しすぎちゃうみたいな。どこ行ったみたいな。これってやっぱ本来だったらステップ1、ステップ2、ステップ3、ステップ4ってある中が、いきなりステップ1からその人だけで頭の中でプッとステップ4になっちゃう。普
普通の人だったらこのステップ2と3がないから、なんで1から4に行くのって話になっちゃうんですよ。なるほど。ロジカルシンキングをちゃんと学んではい。習慣づけると、メリットとしては、やっぱ説得力は上がりますよね。うん。ちゃんとこう考えていくと、問題の本質に近づきますよね。うんうん。あと、誤解とか衝突っていうのは減らせます。うん。ただやっぱり仕事のスピードとか精度は上がると思いますよね。いいこと尽くしですね。はい。僕は結構、この論理的思考の中で、また話していきますけど、はい。主観、バイアスみたいなうん。ことと、事実、この2つの言葉をよく使うんですけど、僕からするとやっぱ主観とかバイアスっていうのは誤解を生み、うん。事実っていうものは解決策を生むと思うんですね。だから論理的思考を身につけるってことは、事実をもとに筋の通った考え方をする力みたいな。これっていうのは練習すれば誰にでも身につけられる技術なので、はい。仕事をする上では本来ですとビジネススキルとして基礎中の基礎だし、はい。これから本当に仕事をできるようになりたいとか、結果を出していきたいとか、役職者になりたいとか、とにかくそのビジネスで成果を生みたいとなった時には、どんな職種であっても、この論理的思考っていうのは絶対に必須のスキルなので、ちょっと難しそうだなとかじゃなくて、しっかりとやっぱ向き合って学んでってほしいなと思ってますよね。なるほど。ということは、いわゆる主観を極力入れない考え方として。ちょっと難しい話になるかもしれないですけど、僕は結構直感大事にしていて、割と起業家、社長とかそうだと思うんですよ。知識、経験の中から、多分これはこうなるなと。でも、それで動き出すんですけど、これをなぜそうなると思うのか、みたいなことを、僕らはやっぱ後出しでというか逆算で論理的に考えたりしますよね。はいはい。直感は多分正しいんだけど、なんでこの直感のこの結論になるのかと。だから、さっき世のありがちな NG 例でいくと、社長としてこういう決断をするって急いで時間がない時にやった時に、社員からすると多分、なんでその結論なんだろう、話が飛んでいて筋が通ってないんじゃないかなって最初思う可能性があるんですよ。はい。僕も急いでるし、重要な決断なんだけど、頭の中の知識とか経験をもとに、なんとなくロジックは立っているからその結論になってるんだけど、うまく説明できないと。こういう時にだから社長いきなりこうやって決断したけど、なんであの決断なんだろうな、筋がわかんねえな、みたいなことがあると。でもやっぱそう言われたくないし、やりながら、後からロジカルになぜ僕はこの決断をしたのかっていうのを結構考えちゃったりしますね。でも、それは社長だからある程度まかり通る話が結構事実で、例えば普通のメンバーとか、管理職でも中間管理職とか、トップじゃなければ、直感で物事にイエス、やろうぜっていうのは、なかなか難しいですよね。だって自分のお金じゃないし。確かにそうですね。自分で全部責任取れないんで。だからある意味社長トップだったら自分で全部責任取るしかないし、ある程度お金も動かせるから、いいとして、でもやっぱり普通のサラリーマンとか、中間管理職だったら、それなりのリソースコストを使うんだったら、やっぱりちゃんとある程度根拠がないと通るもの通らないんで、こうロジカルシンキングってのは非常に大事ですよね。なるほど。ありがとうございます。今回のテーマちょっとだらだらと喋ってしまいましたが、ロジカルシンキングとはというところで、なんでロジカルシンキングが必要なのかというところを少しお話ししました。また次のところからですね、具体的にどういうことを学んで何をやっていくかっていうのをお話しできればと思います。ありがとうございます。今回は以上になります。最後まで見てしまった方、少しでも気づき、学びがあった方がいたら嬉しいです。ありがとうございました。